皆さんこんにちは、ガジェロウです。2月2日日本時間の未明ですけども、Galaxy S23 シリーズが発表されましたので、早速 Galaxy 日本公式サイトの情報をもとにスペックの方を解説していきたいと思います。発表されましたのは、まずこちらの Galaxy S23 Ultra というね、最上位モデルになっています。そして Galaxy S23、そして S23 Plus というモデルになっています。ではそれぞれのスペックどんな感じになっているのかご一緒に見ていきたいと思います。ただね、まだ情報としましてはハイライトという形になっていますので、詳細スペックに関してはまだ分かっていない部分も多くなります。ですので、目立った特徴ということになりますので、そのあたりはご了承ください。では早速見ていきましょう。では本日も行ってみましょう。ではまず S23 と23プラスについて見ていきたいと思います。ギャラクシーの最定義と書いてありますね。進化したナイトグラフィーカメラとあります。詳細を見ていきますと、あっと驚く1枚をと出ていますね。昼も夜も思い通りの撮影をということで、プログレードカメラを片手に様々な場所へ出かけましょう。高解像度のセンサーは環境に応じてピクセルを制御することでまるでプロのような仕上がりで、いつでもクリアの写真を撮影できますよと出ています。そのカメラのスペックになりますけども、3眼構成になっていますけど、まず一番上は超広角カメラの1200万画素、そして真ん中がメインカメラですね。5000万画素の広角カメラ、そして一番下が1000万画素の光学3倍ズームを搭載した望遠カメラになっています。このあたりはやっぱりね、望遠カメラが物理的なレンズで搭載されてきてるっていうのはいいですね。そしてフロントに関しましてはセルフィーカメラとして1200万画素のイメージセンサーが搭載されています。そしてギャラクシーの最定義のもう一つ目、革新的な4ナノメートルのプロセッサーが搭載されているということです。詳細を見ていきますと、まずパフォーマンスですね。ゲームも動画も心置きなくということで、非常に快適にゲーム体験や動画ストリーミングの視聴ができますよとあります。大きくなったバッテリー容量で好きなものを好きなだけ、バッテリー切れの心配は必要ありませんと出ています。搭載されていますチップに関しましては、なんとスナップドラゴン8ジェネレーション2になっています。最新のチップになっているわけですけども、いよいよ Gen 2が搭載されています。この辺はね、ベンチマークスコアっていうのが非常に楽しみになってきますね。そしてカラーリングに関しましては全部で4色展開になっています。こちらのラベンダー、そしてクリーム、ファントムブラック、最後にグリーンとなっています。どちらもね、淡い感じになっていますので、結構ね、万人向けになっているのかなという感じですね。そしてオンライン限定のカラーもあるようです。ナチュラルカラーということで、ライムグラファイトというね、ちょっとこうグリーンというかイエローという感じのカラーリングになっています。こちらは samsung.com のサイトで購入することができるようです。そして360度で見ると出ていますが、これで回ってきますね。こんな感じになっています。一昔前の iPhone という感じでしょうかね。角が立っているようなボディにはなっていない曲面タイプになっています。非常に持ちやすいんじゃないかなという感じですね。そして素材に関しましては環境を配慮した地球に優しいデザインとなっています。まず外装に再生ガラス、そして再生のペットフィルム、また再生ガラスが使われています。で、着色には天然の染料が使用されているってことですので、いろんな部分でね、こだわってるわけですね。そして次にバッテリーの情報になります。思いのままにゲームをプレイとありますけども、高速充電ができる長持ちバッテリーを使えば安心。ゲームプレイを続けたり、お気に入りのドラマを一気見したりすることができますよとあります。バッテリー容量に関しましてはね、後ほど見ていきたいと思います。またディスプレイに関しましては、目に優しいディスプレイということで、眩しい屋外でも最適な色と明るさを維持するディスプレイとなっています。画面が見やすいので、どこでもゲームやストリーミングを楽しめます。そしてリフレッシュレートですね、120Hz に対応していますので、スクロールは滑らかで目の保護モードより暗闇で操作しても目が疲れませんよと出ています。ではスペックの比較について見ていきたいと思いますが、 S23 プラスと S23 ですね、何が違うのかということになります。パッと見の大きさは明らかにね、プラスモデルの方が大きくなっているのがわかります。カラーリングに関しましては全く同じの構成になっています。では何が違うのか、大きな特徴になりますが、プラスに関しましては画面サイズが約 6.6 インチになっています。画面解像度に関しては全く一緒になっています。 S23 は約 6.1 インチということで、やっぱり通常の iPhone サイズを意識したようなディスプレイサイズになっています。そしてデータの保存するストレージに関してなんですが、 S23 に関しましては 128GB のモデルが存在していますが、23 プラスに関しましては 128GB のモデルはありません。カメラに関し
しましては全く同じ構成になっています。そしてここがまた大きな違いになります。S23 プラスに関しましては 4700mAh のバッテリー容量になっていて、 S23 無印に関しましては 3900mAh という風にちょっと少なめかなという感じはします。 4700mAh あれば結構使ったとしても1日十分持つかなという感じがしますけども、 3900mAh になるとね、ハードに使った場合は多分1日持たないかなという感じはします。そしてプロセッサーですね、 SoC に関しましてはどちらもスナップドラゴン8 Gen 2が搭載されていますので全く一緒ですね。その他の部分はほぼ一緒という感じですね。では次にですね、 S23 ウルトラについて見ていきましょう。はい、こちらのモデルになりますが、めちゃめちゃ重厚感があるような感じになっていますし、そしてこちらね、S ペンですね、ディスプレイに直接書き込みができるペンが付属していることが分かりますし、またカメラが先ほどの3つの3眼に対しましてさらにプラスされていることも分かります。ではスペックの方を見ていきましょう。プロ仕様のカメラを搭載してますよとあります。Galaxy 史上最大のカメラセンサーや光を多く取り込むピクセル、手ブレ補正技術を搭載したプログレードカメラが搭載されているということです。カメラ構成になりますが、全部で4つでしたね。まず一番上は1200万画素の超広角カメラ、そして真ん中のメインですね、2億画素の広角カメラになっています。すごいですね。そして一番下に関しては光学10倍ズームの望遠カメラということで1000万画素。このあたりは下の S23 と23プラスに同等ということになります。そしてもう一つですね、こちらに光学3倍ズームも搭載されているということで、せっかく光学10倍ズームついているんですけども、こちらで別でね、光学3倍ズーム出ているというのはちょっと不思議な構成になりますね。そしてフロントディスプレイに関しましてセルフィーカメラですね、1200万画素が搭載されています。そしてナイトグラフィーカメラというモードがあるようです。暗い場所でもカメラにお任せということで、暗いところでもはっきり撮れますよと、そして明暗差もはっきり撮影することができるということを謳っています。そして夜でもね、こういったナイトポートレートということで非常に明るく撮ることもできまして、ここにありますようにデジタル一眼レフのような高画質の撮影を夜でも可能にするということです。そしてナイトビデオモードというものもあります。逆光でも細部まで鮮明に捉え、クリアで滑らかな動画撮影を実現します。でさらに光学手ブレ補正とノイズ低減機能によって暗い場所でも安定した動画が可能ですよとあります。確かに暗いところでも結構明るく撮影できていることがわかります。そしてメインセンサーに関しましては2億画素の驚異の解像度ということで、ここの広角写真で撮った中をここだけ切り取った場合ですね、こんなに綺麗に拡大して見ることができるということです。さすが2億画素ということですね。搭載されているチップはスナップドラゴン8 Gen 2モバイルプラットフォーム for Galaxy ということでね、ちょっと名前がね for Galaxy っていうのがついているので、このあたりは他のメーカーで搭載されているノーマルの8 Gen 2とは違うのかなという感じがします。そしてバッテリーの情報になりますが、容量はですね、ウルトラに関しましては 5000mAh になっています。この辺はやっぱりね、こういうパワーのある大画面モデルに関しましては5000は最低欲しいっていうところでね、しっかり乗ってきてくれたのは嬉しいですね。そしてディスプレイの情報になりますが、ダイナミックアモレット有機 LED ディスプレイですよとあります。そしてリフレッシュレートは 120Hz となっているので、このあたりもね、順当のスペックという感じですね。またウルトラの特徴としましては S ペンが使えるということになります。S ペンは文字を書くことだけでなく、文字を抽出して保存することもできますよとありますね。使っている方はよくわかると思いますけども、このあたりはね、やっぱり連携っていうのが非常にいいですよね。そしてよくある質問のところを見ていきたいと思いますが、ここにありますが、ウルトラは従来のモデルとどのように違いますかとあります。答えは前作の S22 ウルトラの解像度が108メガピクセルですね、1億800万画素に対して2億画素になっているわけです。つまりざっと倍の解像度になりましたよと出ています。そしてバッテリー容量は前作は 5000mAh のバッテリーを搭載しているんですが、処理能力の向上により動画連続再生時間が最大26時間になるなどバッテリーのパフォーマンスが向上しましたよと出ていますので、そうですね、この辺重視する方にとってはそんな大きな差はないのかなという感じもします。ですのでカメラの解像度とそしてバッテリーのパフォーマンスが上がったということになるわけですね。
そして最後にですね、Galaxy すべてのモデルで比較してみたいと思います。パッと見の印象としてはね、S23 かなり小さく見えてしまいます。ウルトラが約 6.8 インチということで、本当にね、こうスクエア型になって角が立っていますので、より大きく見えますね。そしてさらにウルトラに関しましてディスプレイの解像度もありますが、なんと約 3088×1440 というね、解像度になって、このあたりは驚異になりますね。やっぱり 0.2 インチの違いの S23 プラスと比較しましてもね、だいぶスペックが違うことがわかりますので、ウルトラ特別な扱いになっていることがわかります。そしてカメラに関しましてもね、先ほどざっと見ましたけども、ウルトラに関しましてはメインのカメラが2億画素になっているのに対して S23 プラスと S23 は5000万画素という風になっています。このあたりもね、ちょっと違うところになります。そしてカメラの最大のですね、デジタルズームに関しまして、ウルトラは最大100倍のデジタルズームまで対応しています。この辺はやっぱり先ほどの光学の3倍の望遠カメラと、そして10倍ズームの光学カメラ、両方搭載されているのを相まって100倍までデジタルズームが可能だっていうことになると思います。この辺はやっぱり飛び抜けてますね。そしてバッテリー容量になりますが、ウルトラは5000、そしてプラスは4700、そして無印は3900という風になっています。プロセッサーに関しましては全く同等のものになっていまして、スナップドラゴン8 Generation 2が搭載されています。そしてちょっとね、ここも補足情報になりますが、ディスプレイの表面に使われていますガラスになりますが、なんとゴリラガラスビクタス2というね、ごく最近出てきた最強ガラスと言われているディスプレイを保護するガラスが使われています。この辺は落下してもね、相当強いんじゃないかなと思いますが、割れるときは割れるっていうことで、そのあたりはね、致し方ありませんけども、とりあえず今は最強のガラスが全てのモデルで搭載されています。そして防水と防塵に関しましては全てのモデルで IP68 ということで、考え得る防水防塵の最高クラスが搭載されています。この辺は安心ですね。はい。というわけで今回 Galaxy S23、そして S23 プラスですね。そして S23 Ultra に関しましてスペックを解説をしてきましたが、なかなか詳細情報がまだ出ていませんので、細かな部分まで解説することができませんでした。このあたりは今後の情報を待つということになると思いますが、ざっとこんな感じということでご紹介しました。非常にね、これから日本でいつ発売されるのか、そして価格がどんな感じになるのかね、ちょっと気になるところになりますけど、いずれにしても Galaxy 非常に Android 勢の中では非常に売れているモデルになりますので、今回もかなり売れることが期待されます。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。